私を追っているらしいな。誰であろうと私を超えることなど不可能だ。それは最強という名の称号。今回はアリーナの頂点に立つ存在ナインモールについて解説するのだ。作中で知られているのはパイロットはハスラー1、アリーナのランク1ということだけ。奇妙なことに誰一人としてパイロットのハスラー1に実際に会ったことのある人がいないのだ。ACMOA では力を持ちすぎたレイブンの排除に現れ、力を持ちすぎる者は全てを壊す。お前もその一人だ。レイブンのしたはずなのに登録は抹消されずアリーナのトップに存在し続けたのだ。そして主人公のもとに最後の依頼が届くことに、そこにいたのは当時のナインモールの姿で人類を管理する AI であることを明かすのだ。企業の成長も争いでさえも不文化で、主人公のようなイレギュラーを秩序を破壊するものとみなして排除していたのだ。複数並ぶナインモールを見て恐怖のずんどこに落とされたレイブンも多いとか、そんなレイブンたちに追い打ちをかけるがごとくプログラムには不要だ。2機で襲いかかってくるのだ。そしてこの2機ですが後ろに過ぎず、ついにあの兵器が投入されることに。修正プログラム最終レベル。全システムチェック終了。終了。戦戦闘モード起動。ターゲット確認。排除開始。ナインボールでも倒せない主人公に最終兵器のナインボールセラフが投入されるのだ。ライフル張りの火力のマシンガンにレーザーキャノン、垂直ミサイルと豊富な武装、極めつきはブレード硬派、高火力で硬直させられて鉄くずになるまで組み刻まれるのだ。もう許してほしいのだ。なんと全てのミッションをクリアした後にはセラフの速度をさらにアップするのだ。全ミッションクリアおめでとう。君は危険だ、消えてもらおう。テフロムからの手の心遣いを感じるのだ。追加パーツ入手できないかな。初代 AC でもナインボールが登場。こっちのナインボールの武装は強化されまくってるのだ。構えなしでのグレネード連射はもちろん、ミサイルもブレードも強化。一番のドラマは楽天バーストのパルスライフル。これもパルスマシンガンでしょう。立体的な地形と相まって何度アナーキチーズにされたかわからない。戦わずにスルーできるのは良心的かも。何が望みなのだお前は。 ACMOA でセラフと工場を破壊されたからセラフの再生産が間に合わず、ありもののナインボールをひたすら強化したって感じなのかな。こうして多くのレイブンに愛されたナインボールは以降の作品でもオマージュされることに。ここからは主なオマージュ要素を解説するのだ。 AC2 ではエイトボールとして復活したわけじゃなく、勝手に関係ない人が名乗ってるだけなのだ。パイロット名もハスラー1を習ってハッスル1、英語版だとハスラー2なのだ。ランクは当然回でアリーナの説明文でもボロクソ言われてる。彼の意思を継いでセブンボールを作ったのは僕だけじゃないはず。他には最強の称号ナインブレイカーが登場。レオス・クラインとアレスがこの称号を持っていて、アレスのエンブレムには球が砕かれる様子が描かれているのだ。クラインはクラインで人間を管理する存在を必要としていたり匂い立つのだ。 AC2AA では謎の機体が登場。真っ黒焦げにされた2機の AC のカットから始まるムービーに衝撃を受けたレイブンは多い敵と思う機体ののだ。データ照合を開始。旧式の AC のようです。旧式の AC、一体何ボール嫌ななのだ。予感がします。気をつけて。ナインボールがいるなら当然。ナインボールセラフもいるのだ。この依頼の施工報酬は99万9999シ。狙ったか、ホワイトグリント。そして AC9 作目に打ち付けられているナインブレイカーでは、トレーニングの最
最終プログラムに登場。強力な力を持った過去の残像を再現したものらしいのだ。初代 AC のナインボールと同様に武装はプレイヤーが使えるものより強化されてるのだ。リニアライフルは高い衝撃率、軽量機は塊で3点バーストの使用。うちが使えるファスト系の武器は大抵ヘナチョコなのにずるいのだ。これだけの数が打ってくるならマキレを持てばいいと思った賢いレイブンもいるかもしれないけど、相手の弾は危険なのだ。そしてとどめのグレネード2連射、さらにこちらの斜め情報を取ってきたり、動きもいやらしくかなりの強敵なのだ。ただ弾速が低めで火力は控えめなので、距離を取るように動いて冷静にサイティングすればどうにかなると思うのだ。目指せタイムブレイカー。他にも AC3SL のセレ、セラフのような細い腰に巨大なバックユニットを装備していて、セレまでのステージ構成も ACMOA を意識してると思うのだ。 ACNX の解除後、意図的にランク9にされているホワイトブリントやセラフと同じく命名が天使由来だと思われる X 社、機体名に9を持つ黒ブリなどなどたくさんいるのだ。今後の作品でもしれっと混ぜてくると思うのだ。特にアーマードコア9がどんな作品になるか今から楽しみなのだ。ここからは個人的に語りたいこと。サワンを失いながらも主人公に向かってくるセラフ、それも以降のシリーズで意識されてるようなシーンがあって、 ACLR の続行や ACVD のマグノリアカーチスもサワンを失ってその状態でなお戦いを挑んでくるのだ。なんならマキーは本人のサワンもないのだ。戦いへの執念を表す演出になってるのだ。他の作品でもダークソウルではアルトリウスがサワンを損傷してたり、セキロは狼と少女が石腕だからフロムの人の性癖なのかな。アレニアは珍しくワンがなかったけど、メタっぽい視点で言うとワンはメイン武器持ってて足は片方なくなるだけで動けなくなるからサワンがなくなってるのかも。頭部は言わずもがな。最後にナインボールセラフ戦で流れる BGM9 について、たくさんアレンジされていてレイブンにもフロムにも愛されてるのがわかるのだ。特にオリジナルの9は思いつく限りでも4つのサントラに収録される愛されっぷり。またアーマードコアリプライズズみたいなアレンジサントラが出てくれると嬉しいのだ。今度こそ本当に最後、隠し要素について。 ACMOA ではストーリーの途中でアリーナからナインボールが消えるのだ。つまりナインボールはランク2にはならない。それをチートで無理やり復活させてランク2にすると怖すぎるのだ。ここまでのご視聴感謝なのだ。